はい、カルボナーラザ・ヘイローエフェクト。当番組は VR チャットムーンヘルツ963ワールドからお送りしております。また YouTube 動画の方では文字起こしをしていますので、字幕オンで見ていただくと見やすくなっております。今日は3月のニュースをお伝えします。トピックは次の通りです。月明かり商店街バージョン 1.0.1 リリース。月明かり商店街の新ワールド制作について、 VR で活躍中の森戸さんインタビュー、この3点でお送りします。はい、トピックの1点目ということで、月明かり商店街バージョン 1.0.1 リリースというわけで、月明かり商店街の映像の方を見てもらいたいと思います。どうぞ。お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんけど、月明かり商店街のマイナーアップデートが行われています。先月まで、木に雪が積もって霧がかっていましたけども、一足早く春の息吹が感じられるテクスチャーを使って青空のすがすがしい商店街に変貌しています。ぜひ散歩に行ってみてください。はい、トピックの2として、月明かり商店街の新ワールド制作についてということで、今回は実際の映像の方を見てもらいたいと思います。今回は VR を離れて現実世界の方に入ってみたいと思います。カルボナーラ研究所での制作映像をご覧ください。現実の方です。はい、現実世界の方です。見てくださいよ、これ。レコード。で、こっちが本棚。で、向こう側もレコード。いやー、本当にね、細かすぎて、1時間に3回ぐらいキーってなりながら作業しているんですけど、この店はね、非常に品物が多くて、おそらくまだ 10% も作れてないのかなと。本当にキーってなりながらやってます。本当商売上がったりですよ。できるのかな。いやー、できるのかな。はい、いかがだったでしょうか。3月は2つの新ワールド制作を予定しています。一つは長野県佐久市望月のアンティークショップかんこ鳥 VR 店、もう一つはオーディオ評論家でもある市川二郎さんのオーディオの市川になります。うまく開発が進めば、2つのショップとも3月にリリースされる可能性が高いので、日々商店街のニュースを見落とさないようにしてください。はい、3つ目のトピックとして、 VR で活躍中の森戸さんインタビュー。 VR ラジオ局でかんこ鳥ラジオマルシェを担当しているラジオパーソナリティの森戸さんに話を聞いてきました。まずラジオパーソナリティになってから3ヶ月になりますが、うまくいっているのかを聞いてみました。どうぞ。はい。うまくいってるかとかはちょっとリスナーの皆様の判断にお任せをさせていただいて、少し舞台裏を明かしますと、構成からタイムキープ、あと、BGM ですね。すべてこう自分一人で担当していて、で、実は第1回目から最新回まで、毎回あえて違うアプローチを試しながら分析を続けてるんですね。で、ラジオの知識がゼロで飛び込んだので、正直右も左もわからない状態からのスタートだったんですけども、ただ、ゲストの方をお迎えして過ごす時間が充実してきたことに対して、現実社会の方から見てるよって声をかけていただくことが増えたんですね。で、それにすごく驚いています。まあ、世界へ発信している以上当然のことではあるんですけども、ちょっと不思議な感覚で、最近では VR チャットっていうものそのものについても質問を受ける機会が少しずつ増えてきました。
再生数だけを考えた場合は動画サイトでやる方が有利だと思うのですが、VR チャットラジオをやって失敗だったな、または不満、もしくは逆に VR チャットで良かったなっていうような思いはありますか？失敗と成功は表裏一体だと思ってるんです。で、確かに VR チャットはインストールや ID 作成、タイムパフォーマンスを重視する現代の人にとってはちょっと面倒なステップが多いかもしれないなって。で、私も VR チャットなかなかうまくいかない時とかっていうのもあって、そう考えると、実際に毎週足を運んでくださる方っていうのは、そもそもこの VR チャットとかメタバースに関心がある方だったり、あとは IT のリテラシーの高い方が中心なのかなっていうふうに感じますね。または非常に好奇心が強い方とか。で、反面そのハードルの高さっていうのが魅力でもあるのかなと思っていて、まだ一般化しきってないこの VR チャットっていう空間に注目している人々が世界中にいて、で、AI が加速させる新時代の入り口に VR チャットが立っているんじゃないかなって感じて、で、私はそういったニッチで可能性に満ちた世界っていうのが好きなので、挑戦して本当に良かったなと思ってます。ただ、毎週一度のラジオ配信って、やっぱり結構大変で、あの、配信するだけじゃなくて、それを編集で字幕つけてとかっていうね、皆さんがやっていることっていうのも、いやなかなか骨が折れる作業だなって、なんで、本当に感じています。もちろん、現実的には YouTube のアーカイブで楽しむ方っていうのが圧倒的に多いんですよね。VR チャットはおそらくライブ感がすごくいいですよね。最近 VR チャットについていろいろ聞かれるんですけど、アボカドに入った猫っていう、あれが、森戸さんなんですよ、とか言われて。で、そうなんですよ。来てくれる方々もみんな自分でアバター選んで、座ってるんです、椅子にっていうふうに言うと、すごい面白いって。で、食べると頭の上に文字が出てくれて、で、それを私が読み上げたりするんですって言うと、なんか本当にゲームの世界みたいですねっていうふうにおっしゃる方が多い。はい。ありがとうございます。2月21日の放送でご近所のお店のスタッフ様をゲストに迎えられてましたけども、地域コミュニティの活性への取り組み、重要視されていますか？はい。実は今日も地域の方をお呼びしてますし、今後もですね、さらに今のところ地域の方お二人で、この活動を通じて私はですね、大体3つの新しい価値を形にしたいなと思って、で、まず物理的な距離をゼロ、バーチャルからリアルへの戦地巡礼的な、もう一つは住んではいないけれど、その地域を応援してくれる関係人口をメタバースを通じて創出。最後はいろんな世代、多ジャンルの株になれたらなって。例えば地元の職人さんと最先端のクリエイティブ層が、そこから新しいコラボとかね。関係人口ですか？難しい言葉知ってますね。いや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 、月明かり商店街に来てくださって、で、そこのラジオ局に入って、観光通り、ラジオマルシェを聞いてください。で、さらにお店歩いたりして、こんなお店があるんだなっていうふうに見てくれる方たちが、これが実在しているね、お店だっていうのってすごく大事だと思ってて、で、やっぱり人間って、例えば1日で経験したことっていうよりも、毎日1分でも5分でも、ね、10秒でも、例えば、何ですかね、例を言うと、毎日挨拶する人のことって結構印象に残ってくれてるじゃないですか。そういったのと似はいはい。ていて、そうそう、やっぱり自分の生活の中に少しずつ蓄積されていて、で、いつか実際に行ける場所があるんだなって思ってくれるっていうのが、強いリアリティになるのかなと思って、実店舗があるからこその信頼性と、
あとバーチャルならではの先進性っていうんですかね。それを両立させた閑古鳥ならではの地域活性の形になっていけたらなとは思ってるんですけど。はい。はい、ありがとうございます。では次なんですけども、はい。さっきもちょっと企画について触れられてましたけど、今後やってみたい企画でまだ誰にも言ってないような何かリーク情報はないですか？リーク情報。リーク情報、堂々と言っちゃいます。はい。あの時折、選手とも話してるんですけど、例えば、観光鳥は割と音楽のイメージを強く持っている方もいて、で、オーディオなんかもですね、店主が得意分野だったりするので、オーディオの専門家をお呼びして、ディープな対談。あとは、以前からお知らせしている、観光鳥ジャンク市の会場、アレンジ、中をですね、リノベーションしていく際に、ジャンク市の拠点となる会場を手に入れた暁には、専用のラジオブースを設営するという計画は今立てております。小部屋を改装してですね、いわゆるラジオ配信や、基本的に YouTube のライブなので実現できるかもしれないですし、VR チャットともまた違う、より密度の高い配信ができるんじゃないかな。それは通りから見えるんですか？通りから見える方がいいですよね。最後になんですけど、は VR い。チャットで実用的な活躍を見せている森戸さんからファンの皆様へメッセージをお願いします。VR チャットは、一回慣れてしまうと、本当にその魅力にどんどんハマっていくなって私も感じていて、ただそこの入り口がね、少し敷居が高いのかなって感じています。なので、どんどんですね、VR チャット、ちょっとわからないんだけど行ってみたいなとか、観光通りラジオマルシェ、ムーンヘルツ963で聞いてみたいなっていう方、ぜひぜひ、観光通り、もしくはですね、このワールドを創設してくださったスーパーチャンスさんに連絡いただいて、どういうふうにするんですかって、どうやって作るんですかっていうふうにも聞いていただいてもいいですし、あの、何かアクションをね、取っていただいて、どんどん VR チャットにですね、来ていただければよろしくお願いします。いかがでしたか？ VR チャットという媒体で楽しみながらも奮闘し、また地域の活性につなげていきたいという力強い言葉がありました。 VR は人とのつながりが可視化しやすいのがメリットだと私自身も考えていますが、現代では個人で発信媒体を持つことができる時代で、かつ VR という先進的な場所で活動することが可能です。ラジオパーソナリティをやってみたい方はぜひ声をかけてください。はい、今日の放送は以上となります。では、次回の放送で会いましょう。それでは、シア。